霊夢のやつ、こんなところに呼び出しやがって、一体どういうつもりだ？ 1 ヶ月近くも連絡もなく、どこかに行きやがって。お、霊夢が来たな。おい霊夢、お前一体どこ行ってたんだよ。この1ヶ月で、作ったもの発表を。うるさいな。いきなりどうした？今回はこの1ヶ月で作ったウェブサイトをお披露目するよ。とはいえ、まだ作成中でバージョン 0.1 といったところだね。バージョン 0.1 でどこまで作ったのかを発表するよ。はいはい。サボってると思われるのが嫌だから、途中で見せちゃえって魂胆だろ？余計なこと言わない。じゃあ早速見ていくよ。どんなものを作ったのか見ものだぜ。いつも通り、VS コードのターミナルからコマンドを打っていくよ。フロント側は、npm run サーブと打つよ。これはビューを動かすコマンドだよ。次に新しくターミナルを出して、バックエンド側を動かすよ。コマンドは、pipenv run スタートだね。前のファスト API と打つコマンドが違うな。pipenv ってなんだぜ？ pipenv は Python の仮想環境だよ。今回は仮想環境上に Python とライブラリをインストールしたよ。バックエンドの説明の時に言うけど、pipenv のスクリプトに今までのコマンドが書いてあるよ。起動したら、http ローカルホスト8080にアクセスすると、作った画面が表示されるよ。おお、かっこいい画面出てきたな。今までの超シンプルな画面とは違うぜ。今回作ったサイトは自動で迷路を生成するウェブサイトだよ。作ったものとしてはヘッダー、ウェブサイトを説明するメッセージと、迷路を生成する項目、迷路を表示する部分、最後にフッターだね。あとは未実装だけど、迷路をクリアしたタイムをランキング形式で表示する部分を作ったよ。なんとなく、現代のウェブサイトっぽいな。世間で見るような構成になってるぜ。ユーザーが選べる項目としては、生成タイプと迷路のサイズだね。生成タイプだけど、今回はボーダー押し法しか作ってないよ。項目いらないじゃないか。まあバージョン 0.1 だからな。そうだね。だから今は迷路のサイズしか選べないよ。サイズを選んで、生成ボタンを押すと、迷路ができるよ。おお、サイズが5だとしょぼいけど、いい感じのが出てきたな。生成ボタンを何回も押せば、新しい迷路ができるよ。確かに変わってるな。でもやっぱり5だからしょぼいぜ。左、上、右。視力検査やりに来たんじゃないよ。サイズは、5。10。15。20。25。30。35。40。45。50を選べるようにしてるよ。50になると自動生成がちゃんと動いているのがわかるな。あとは画面のサイズを変えてみるよ。サイズに合わせて画面の構成が変わるよ。霊夢が作ったにしてはしっかりできてるな。今まではサイズなんて無関係で表示されてたからな。ある程度小さくなるとランキングが下に移動するよ。YouTube でもパソコンとスマホでは画面構成が違うからな。今回、霊夢が作ったような技術が使われているんだな。さらに小さくしていくと、表示エリアなどの余白の部分が小さくなるよ。当然、サイズを大きくしていくと、見た目も元に戻っていくよ。今回は短いけど、作ったウェブサイトの紹介は終わりだよ。どうだったかな？サボってたんじゃないってことだけ分かってよかったぜ。あとは、フロント側が進化しててよかったぜ。ブラウザのサイズによって見た目も変わるのがいいな。フロントがとにかく苦手意識があったからね。特に時間かかったよ。次の動画は実際のソースコードを見ていくよ。比較的早く動画上げられると思うから、ちょっと待っててね。今回はここまでだよ。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。